だから公明党がガンとか言ってる人はすごく、やっぱりこれもレッテル貼りで、公明党がガンなんじゃないのよ。このさ、立憲は飯の種とか言ってるバカさ、こっちは赤字なんだよお前。ふざけんなバカ。じゃあどの動画なんですかじゃねえ、お前が調べるバカ。帰れ帰れ帰れ。なんでそれを僕たちの会社、僕のチームにご用命があったかというと、僕が熱心な立憲民主党の支持者だからというわけでも何でもなく、すごく単純な話ですよ。僕が頭がいいから国会はこうなると思って動けるからですよ。どっちにしてもその個人情報保護法でしょ、でそれと国民投票法でしょ、あとね、皇室典範。そう、あなたが言ってたこう言ってたことでは皇室典範、皇室典範、はい、これ各法で通すの？今国会で皇室典範は通りますね。で閉会中にあれやるらしいよ、党首討論と州の集中審意味ないやん。議。いやそれは俺に言われてもだって重徳さんだしちゃんとしてきてよなんで重徳さんを俺がちゃんとできるのね。なんかあんま機能してないっぽいね。重徳さんでしょ、なんかほとんど椎名さんがやってるって噂を今日ちょっと通りがかりで、それはって言ってましたよ。結構椎名さんが実権を持ってるみたいな話を国会歩いてたら、だから分からないんだから、今俺たち言われても分からないで、今日言ったんだけど、立憲と公明と中道ってあるじゃん、でこの3党合同で成長っていうのがあるの。3党合同成長がある、で3党合同成長あるの、でも成長ってそもそも州から始まるじゃん絶対、だからその成長で初めて成長の最初の3党合同会議で初めて3は知らされるわけ、でも前は州と合同でやってたから、州の成長から、州っていうか成長、州も3もないから党の成長から、3にもう情報が流れてたわけ、同じ党だから、立憲民主党だから、公明党だから。でも今って中道さんじゃん。公明党にとっても立憲にとっても中道さんじゃん、そうすると成長の情報があらかじめ流れてこないわけ、だから1週間から10日ぐらい、この3党合同会議になるまでの1週間から10日ぐらい情報が遅く来るの。すとなかなかね、いろいろ大変なんですよ、話し合うの。会見長なかったんか。ないと思うよ今のところ。だからそういうこともあって、今どうやってやっていくかみたいな。あとね、なんていうの、誰々が何言ったとか、どこどこの会議で誰が何言ったとかっていうののフェイクニュースが流れることが多いよね。分断されてるから。直接見てないから。あとこれはね、前回の安住幹事長から始まった、安住国対委員長から始まった幹事長から始まったらしいんだけど、よくないのは事務方を同席させなくなったんだって前回から。昔はよく同席したじゃん、安住国対委員長の時は。事務方を同席させないから、そこでも情報が半歩遅れるの。だから公明党がガンとか言ってる人はすごく、やっぱりこれもレッテル貼りで、公明党がガンなんじゃないのよ。中道という仕組みが持ってるガンなのよ。でもしこれをちゃんと動かしたいんだったら、最初からお互いの職員も含めて共同体を作るんだ。だってあれでしょ、公明党の信濃町の本部の中でまだ仕事してるんでしょ。そうですよ。でしょ、立憲は立憲で仕事してる。連合ビルにいるんでしょ。連合ビルに。ダメじゃんね。ダメですよ、ダメですよ。だから中道もしやるんだとしたら、党が一緒になる前にここの職員をどういう扱いにするかってことをちゃんと決めなきゃいけない。今全員出向だから、今のところ、中道が雇ってる人はいないわけですよ。公明党からの出向、立憲からの出向で成り立ってるわけ。だからうまくいかせないじゃないですか、内閣官房と一緒で。自分の現住所があるわけだから。でそれを一回国会で乗り切ってみたのが今回の特別国会、いわゆる通常国会と同じ期間の特別国会なわけですよ。だから公明党が乗っ取ろうとしてるとか、そういうのもある種半分本当の半分陰謀論で、それは中道に行った公明党の人は前向きっていうか前のめりなんだって。もう一気に一緒にならないと危ないみたいなことらしいんですよ。
でも公明党の人に聞くと全員ダメだと思うんですよねっていうわけ。なんでって言ったら、だって情報すら降りてこないですよって、俺たちと同じなんだなっていうのが分かる。いやーひどいもんだね。いやいや、だからやっぱりバッジをつけた国会議員が考えると良くないのは、やっぱりロジが設定できてないよね。ロジスティックがさ一番問題なわけじゃない。何かをやるんでも本作るのはそうじゃないですか。もう完全にロジがちゃんと読めてるから、どこどこでどこどこまで余裕があって、どこどこで入れればこんな状態で市場に出るって分かるわけじゃないですか。そういうことが分かんない。あんま読めてないけどね。いやもうさ10時に終わるんでしょ。まあまあもうその辺質疑応答しじゃあ質疑応答しましょうかね。いや、あともう一個だけ質疑応答の前に、一応あれですよ、今喋れることだけ喋っといてください。何かっていうと、この社民がどうだとか立憲がどうだとか中道がどうだとかって言った中で、やっぱ大きいと思うんですよ、谷町の存在って。谷町の存在が大きくなっちゃった。相変わらずあんたがやることがなんかちょっと大きくなるのちょっとムカつくんだけど、大きくなっちゃってる。谷町はね、今後は、土が裏でね、いろんな裏っていうか、水面下でいろんなことやってくれてて、ありがたいんですが、谷町は今後これまでと一緒に大々的なアナウンスということを一切やりません。あ、そうなの。記者発表の類等々は一切やりません。あと例えば政党を作るみたいなのもやんないの。やらないです。全然やんないんだ。やらないです。てか政局をやらない。ほう、それはもう見直したわ。ちょっと政局をやらない。ちょっと見直した。政局をやらないし、政党を作りましょうよというささやきもしない。お、ただひたすらに、希望の党、中道改革連合の、この10年おきの野田佳彦と安住淳の発作によって生まれた、左のままじゃダメだって言った時に踏まれた踏み絵があるでしょ。憲法改正やぶさかではない、辺野古を認める、原発再稼働を認める、一部ね認める、でそれから安保法制を認める、で人権っていうことを言わない、という踏み絵の逆の踏み絵を愚直に有権者に訴えかけて、踏み絵組織なんだじゃあ。だからこの踏み絵を踏んだ人だけが僕たちの仲間ですよということを言うわけじゃなくて、そう言いたいわけではなくて、言うべきことはすごく簡単で、憲法改正には反対します。5件です。辺野古新基地反対です。沖縄の基地の偏在を是正します。安保法制は違憲です。で我が国の人権状況を不断に見直し、先進国水準に持ち上げる不断の努力を重ねます。それから野党共闘で政権交代を目指しますという踏み絵を踏ませんだという踏み絵を踏める人は、踏むだけじゃなくて踏める人は、それをあなたの選挙区で有権者に直接訴えてくださいと。で訴えたら「お前そんなん言うてたら選挙勝たれへんだ」とか、あるいはそういう政策を待ってたんだ何々の答えが返ってくるでしょ。それをレポートにまとめて月1回ツッチーのところに送ってくれと。でそうするとツッチーはそれを会員さん向けの一冊の冊子にして会員さんに送りますというモデルなんだけど、じゃあ俺も毎月お金を徴収されないとそれが来ない。残念でそれをやり続ける、それをやり続けると、なんでやり続ける価値があるかという、それは僕は学術研究だと思ってて、安住淳さん、野田佳彦さんとか、小池百合子さん、あるいは世の中の人々の左やったら有権者に嫌われるというのはほんまにそうなんっていうことの証明をし続ける。ちょっと見直したね。でだからそれでこれを旗印にした政党を作るんだというのではない。それはいいことだと思う。それはプロの皆さんがやられればいいことのことだって、僕は知らない話ですよ。
そうか、月1万円か、払わないとな。僕の知らないことで、それはもう勝手にやってくださいって話なので、7つの約束って言ってるんですが、もう一回整理すると、立憲主義を堅持し憲法を守ること、はい。2つ目、安保法制を違憲としその白紙撤回を追求すること、はい。3つ目、辺野古新基地建設を中止し基地負担の偏りを是正すること、はい。4つ目、原発再稼働及び新設を阻止し、脱原発社会の実現を目指すこと、5つ目、あらゆる差別に反対し我が国の人権状況を先進国基準に引き上げる不断の努力を続けること、6つ目、公文書の公開を徹底し、意思決定過程の透明化を推進すること、7つ目、野党共闘を基軸に選挙戦を展開し政権交代を目指すこと。これは小池百合子が、野田佳彦が踏まそうとした文江の逆バージョン。真逆逆バージで、それをやることによって、ほんまに野田佳彦が言うてること小池百合子が言うてることは正しいのということが、選挙という機会の前に判明していくはずです。で、共産党みたいやって田舎の人はこれを聞いてすぐ言うんですけど、共産党こんなこと言うてないからね。言うてないね。共産党もっと踏み込んでるから、共産党のだいぶ手前に立ってるの、でかつ僕たちはマルキストではないから、その意味で共産党ではないわけですよ、だからその小池百合子が踏まそうとしただから純粋にもうそんなもん今の政局とかもう全く俺はこの谷町とは関係ないと思ってて、そうなんだね。まあじゃああんまり入らないと何が起きてるかは見えないんだ。もう全然見えない。だってさ、船井総研何やってるか見えないでしょ。それと同じ。じゃあ船井総研みたいなものを作ると。そうで、その研究レポートを書いてくるのは、2026年衆議院選挙に出馬した自民党と維新以外の自民党と維新以外であるということは今の現職野党、自民党と維新と共産党を除く全ての政党で出た人、で今落ちてる人、今落ちてる人は月100万円、フルコミットだから、で落ちてる人に関しては今落ちてる人に関しては100万円、その100万円を経費として使って、自分の地元の有権者にこれを訴えて回れと。で訴えて回ってそれの反応を見せろと、で、今当選してる人、まあその中道改革連合とは限らないけどどっかの政党から支部長認定を受けてる人に関しては、その政党の仕事があるだろうから、ハーフコミットになるだろうからハーフで50万、ということです。まあじゃあそれはおいおい喋れることだけ時々喋れる。で、今日発表できるのも明日も発表できるけど、そろそろ、公式サイトが発表されて、でなんか私物化してるようですが広めたくないので、俺のチャンネルだけで告知し続ける、しばらく。このさ、立憲は飯の種とか言ってるバカさ、こっちは赤字なんだよお前。ふざけんなバカ。50超えた男が経営している会社で、ネットでよく言われてるように3年間の1億円の売り上げなんてものが、まあ実際上がってたけれども、上がったら1億ないでしょ、時8000万ぐらいでしょ。9000万やね。9000万か。年間3000万の商売を50超えた男がやってる会社で年間3000万の売り上げで懐が潤うはずないやろ。だって250万じゃん。1個の店舗すら運営できるかどうか怪しいよ。ちょっと売れてるラーメン屋より全然あれだからね。で何人が動いてたと思ってんだお前。映像見せろとか言ってくる人バカなんじゃないの。こいつとかさ、ブロックしてよ、この立憲からの仕事が消えたりとか。一人の、ちょっと待って、ブロックする人なんです。一人の会社ですよ。一人の会社で僕だけが作業してるわけではないです。そう、何言うとんのじゃん。お前が何言うとんのじゃん。ここのオフィスの持ち主であるここの会社ともうちは業務をやってまして、ここに発注したり、東君の会社に発注したり、あちこちの会社に発注したりしてお仕事を回しておりました。一人の会社だからといって僕だけがその作業に担当してるわけではありません。当たり前じゃんね。何が動いたと思ってんのバーカ。
ラーメンの鉢に入っているラーメン、スープ、チャーシュー、ネギ、これ全部ラーメン屋さん仕入れてきてるわけです。ラーメン屋さんに行って「お前とこのラーメン900円するけど店主一人でやってるのが高すぎんねん」とかそんなこと言うんかお前。本当こういうやつ嫌い俺。っていうかさ、働いたことあんのかな。動画を見たことないのはお前がバカだからで。大量な動画が国会、立憲民主党国会情報っていう YouTube に大量に上がってるよ。バカかよ。あれ全部やってたんですよ。いやさっきは一人親方一人親方言ってくれてるけど、いやこのね一人親方がさもう完全にまあ俺は能力高いからできるけどさ、一人親方もうここの部屋におるのみんな一人親方で、一人親方みんな能力高いから一人親方回せるけど、でもこれバカにしてるわけではなくてこれ特性の問題としてさ。じゃあどの動画なんですかじゃねえ。お前が調べるバカ。帰れ帰れ帰れ。クソ野郎がお前現れろお前。いやじゃあどの動画なんですかって言うたら支払いのあった時期の動画をご覧になったらいいんじゃないですか。全部支払いのあった時期の動画が全て僕らの会社なんですから、それをご覧になられればいいんじゃないですか。俺ね、なんでこんな怒ってるかっていうと、菅野を擁護したいとかは活気しないんですよ。ごめんなさい。でも俺現場で見てるわけ。みんなが死ぬ思いして働いてるのを現場が。月刊菅野も端末のトラブル別の話だろお前。それ全部回収してやるからこれから。お前見てろお前なんか帰れ。もうええよ帰らんでええよ、むしろこっち来てここ来て、いやむしろここに来て。もうやだ俺こういうやつ。本当にだってさ、本当に働いてた連中がさ、本当に自分の能力をさ3分の2ぐらいのギャラでさみんな動いたわけさ。それで最後の俺たちは大吐き出しもしてるわけ。それなのにこういうこと言われる筋合いねえし、お前何者なんだよお前ニートだろお前。僕らのやってた仕事っていうのは動画作成費でいただいてるお金でね動画を作成したこともありますけども、それよりも定量的に定額のお金を頂戴してたのはね、何があるかは分からへんから撮影スタッフを待機させ続けるという仕事をやっていたんです。わかりますか？だって断れないんだ。今みたいにね、さっき今の国会であれば本当はありうべからずことが起こってるわけです。これぐらいの確保があると本当であれば60日とか120日とか国会を延長してゆっくり審議するんだけども、これだけの重要法案をあと 4,5 日の間で完全に通し切るわけです。でその場合党としての意見発表等々しなきゃいけないでしょ。で国会というのはこうやって動いているから何月何日に党の記者会見をやります、あるいは党の意見発表をやりますという時にスケジュール組めないんです。すなわちどういうことかというと、それに対応しようとすると今からやるからすぐ来てくれという人がいなきゃいけないんです。そうだよ。朝の7時半に電話かかってきて9時からやるっていうんだ。今日の7時半に電話かかってきて朝9時に国会の何号室でこういうことをやるからそれを撮影してくれ配信してくれって言われるわけです。でそれを僕の会社はそういうことを対応できる人を国会周辺に24時間365日貼り付けてたんです。そのビジネスをあの値段でやれる人は多分日本広しといえども僕のチームだけやと思いますよ。いや本当だよ。だってあれだってさ8時にならないとさ国会議事堂に入れないのよ。だけど8時からスタートっていうことがあるわけ。そうどうするかっていうと7時に俺が行って1人で3回目セッティングするので、3回目セッティングしてみんなが入ってくるまで俺が始めるの1人で、音も音声も全てで、その間にカメラマンとか到着するまで俺3回目やってんのよ、10分ぐらい。その綱渡りとかさやっただけでも死ぬかと思うよ。でね、なんでそれを僕たちの会社僕のチームにご用命があったかというと、僕が熱心な立憲民主党の支持者だからというわけでも何でもなく、すごく単純な話ですよ。僕が頭がいいから国会はこうなると思って動けるからですよ。今はもうそんなことをやってないからできないけど、当時はずっと国会のこと見てたから
審議の流れはこうなってるから、このタイミングでこれぐらいの人が必要だろうなとか、今度は追加の待機人員を置かなきゃいけないなとか、自民党があんなこと言ってるってことは多分野党はこんなこと言ってくるんだろうなと思って、あらかじめ準備が細かい説明がなくとも手を動かせるということが僕ならできたからです。わかりますか言うてること。映像屋さんなんかなんぼでもいますよ世の中に。結婚式のブライダルビデオを撮ってる人呼んできたらええんですよ。それでええって言うんやったら。カメラ回せる人なんか日本中に何十万人っていますよ。でも国会の動きを読めて、国会の入管の仕方が分かってて、政治の言語が分かってて、かつ撮影スタッフを動かせられるというベン図の重なりに立ってるのは日本広しといえども俺だけです。それをマネタイズしてはいけないんですか。どこの秘書がさ3カメセッティングしてさ音響セッティングしてさ配信までできるやつがいる。例えばここの会社テレビ番組をずっと現役で作ってる会社だけどさ、ここの会社が配信やれって言われたらそれを載せるまでに2ヶ月準備かかるよ。だからさ、こういう技術をなめてるようなやつがいて、ニートに違いないけど、どうせニートかさ、くつまんねえバイトしかやったことないくせに、お前何言ってんだよお前。いやどうせニートじゃないと思う。多分この人ね、伊藤忠のね、取締役やと思います。そのつもりでお話ししましょう。伊藤忠の取伊締役藤忠の泊まりはしてもらう。いや知らない人知らない知らないけど伊藤忠の取締役とかそういうことなんでしょう。秘書がやればいいと言うんですけれども、秘書はやってはいけませんね。そうなんだよね実はね、特に公設秘書はね、やってはいけないですね。あれになっちゃうもんね、令和新選組とかになっちゃうもんね。だったら余計にクレジットを示した方がいいのバカなんじゃん。なんでクレジットなん示すでクレジットを示す必要がある制作会社はどうやってクレジット示すんだよ。映像作品のどこにクレジットを示すんです。施設秘書もそれをやってはいけませんね。なぜならば施設秘書の場合は、施設秘書として入れる場所と入れない場所の区別があるんですね。国会のねセキュリティゾーンが違うんですよ。で我々はどうかというとあらかじめ許可を得て入ってはいけないところ入れるようにしてたんですが、施設秘書の場合はやりたくてもできないですね。まあいいや、バカだから。でかつ正当に施設秘書というのはないですな。バカだねもう、バカ相手にするのやめよう。もう疲れちゃった。あ、じゃあ質問お願いします。このバカ以外。枝野は新党立ち上げしませんか。しないっぽいね。枝野さんに聞いたらよろしい。しないっぽいね。今日ちょっとタバコ吸ってくる。ちょっと聞いたけどやっぱりしないっぽいね。本人に、本人がそういう動きじゃない動きを。ただ握り金玉やからな。聞いたなんか名物みたいな。国民民主党の支持率が比較的高い要因は同盟系労使の意見を無視してポピュリズムに走っていますが、いやそれ令和が人気あったのと同じじゃないですか。参政党が人気あるのと一緒ですよ。国民民主、全然国民民主が人気あるのはあれですよ。わかるよ。小川淳也は総理になれません。中道の解散は無理ですか。中道の解散は意味ないんじゃない？ちゃんとやるとこまでやらないと。令和の支持者って参政党に流れると思いますか？令和の支持者って参政党に流れると思う？だってポピュリストはポピュリストに流れるよ。俺ね3割ぐらい流れると思う。なんかほら両立てでやってる人が多いから、令和の支持者もやりながら参政党の支持者もやってるって人が多いから3割ぐらいじゃないかなと思うんだよね、流れの。沖縄県知事選、デニーさんは厳しいですか？めちゃめちゃ厳しいんちゃう。厳しいってどんぐらい厳しいってこと？ダブルスコアで負けてもおかしないと思うよ。ああ、俺はねえな、それは。それはやばいと思うよ。ぜひチャンネル登録といいねボタンを押してください。